どうもこっちです。2023年現在、最近すごくアイズオブヘブンを買った方が多くて、オンラインで多くの新しいプレイヤーを見かけるので、本日はこのゲームの隠しコマンドと言っても過言ではない、コンピューターと遊んでるだけではまず気づけない対人戦における大事な要素ってものを話したいと思います。このゲームのオンライン対戦を長い間遊んでる方には気質の情報になっちゃうので、あくまで初心者向けという形になります。まず一つが三角攻撃の存在ですね。このゲーム攻撃は主に3種類あって、一つがこの四角の弱攻撃、もう一つがこのスキルですね。 L ボタンを押しながらそれぞれ該当したボタンを押すと違った技が打てるよっていうシステムです。でもう一つ実はあって、それが三角ですね。三角攻撃です。これは通常攻撃の時に四角を押すような感じで三角を押すことで出せます。これは強攻撃といって、どのキャラも敵を吹っ飛ばす攻撃になってます。この存在めちゃくちゃ大事です。なぜかというと、例えばこの今使ってるロハン先生、このロハン先生は三角がめちゃくちゃ強いです。ロハン先生はスキルが全部近接技なので、飛び道具が三角しかないんですね。味方がやられてるよって時とかに三角を投げて援護することができます。ぜひ皆さん自分が使ってるキャラの三角攻撃がどんな技なのかっていうことをチェックして対戦をすると、さらに攻撃の幅が広がって隙が大きく作れるようになるかなと思います。で、その2ですね。このゲームデュアルコンボが一番大事です。どんぐらい大事かっていうと、このゲーム長いコンボを覚えるよりもデュアルコンボを応答することに慣れた方が圧倒的に強いです。なんでかっていうと、このゲーム2対2なので、自分が1ゲージ確定割るコンボをやってる間に見てない方の敵が突っ込んできて自分のコンボを中断してくるからです。なので長いコンボっていうのはほぼ決まんないです、このゲームにおいては。代わりにどうやって火力を稼ぐかっていうと、このデュアルコンボになります。このデュアルコンボ中はほとんどのキャラクターが敵に触っただけでのけぞらせるようになり、このデュアルコンボゲージが時間内に最後までいくとこのような演出が入って敵に追加ダメージが入って、さらに自分のライフが回復します。100個メリットがあって1個もデメリットがないんです。相方がデュアルコンボ分かんなかったら負けるゲームです。それぐらいデュアルコンボっていうのが大事です。だからこのデュアルコンボどうやって使うかっていうと、先ほどみたいにデュアルコンボの個数が左下に表示されてる時にタッチパッドボタンを押すことでジョジョ立ちをしてデュアルコンボを待つ状況にできます。片方がデュアルコンボ待機中ってなってる状況で、もう一人のプレイヤーがタッチパッドボタンを押すとデュアルコンボが成功します。なのでね、まずそこに慣れてくってことが大事です。で、このデュアルコンボを送るタイミングと送られるタイミングなんですけども、基本的にこのゲーム無敵時間を利用するとデュアルコンボを送りやすくなります。例えばこの倒れてる時から起き上がった瞬間、この 0.5 秒ぐらいの間って無敵時間になってて、デュアルコンボを送ることも送られることもできます。なので相方が倒れてるのを見たら、その起き上がりに合わせてデュアルコンボを送る、あるいは答える準備をするっていうのが大事になります。またこのデュアルコンボって上のゲージで終わる時間がわかるんですね。なので味方がデュアルコンボ持ってるなって思ったら、終わる時間に合わせてタッチパッドを押す準備をしとくといいです。相方がどうやってデュアルコンボを持ってるか分かるかというと、このゲーム自分がゲージでデュアルコンボをゲットしたら味方にも自動的に1個追加されます。なので左下のゲージが1個溜まったら計2回自分がデュアルコンボを送るパターンと、相方からデュアルコンボを送ってもらうパターン、2パターン、つまり2回デュアルコンボができるんですね。なのでデュアルコンボが終わる時に味方がデュアルコンボを持ってるなっていうことが確定で分かってる状況だったら、必ず2個目のデュアルコンボを送る準備をしとくとスムーズにいきます。上級者は 100% このテクニックを使っていて、必ず1個持ってたらもうとりあえず味方が応答できそうなら送っちゃってください。デュアルコンボって温存してても全く意味はないです。もう使って相手を早くボコした方が 100% いいので、温存する理由っていうのはないです。今こうやって自分がデュアルコンボを持ってる状態っていうのは一番良くないです。もう持ってたらすぐにね、こんな感じで送った方がいいです。そこがこのゲームの難しさであり楽しさでもあるんですけど、デュアルコンボは本当に大事なので、ぜひデュアルコンボをまず送ることと応答すること、あと相方が応答できていない状況だったら助けに行くことも大事です。なので基本的にこのゲームって味方のそばにいた方がいいです。ちなみにこのゲーム味方が攻撃されてる時にこのように
攻撃を中断するとコンボブレイクっていう文字が出ます。で、これを稼ぐと左下のゲージがめちゃくちゃ溜まります。なので積極的に味方の周りにいて味方を助けるっていう動きが大事になります。さらにこのゲームはもう一個重要な要素があって、キャラによってはR2 と三角で物を破壊できます。これをすることによって左下のゲージがちょっと溜まるんですね。なのでこれを早く貯めて相手よりも先にデュアルコンボを稼ぐっていう動きが大事になります。このゲーム2対1になったら物量で勝てないゲームなので、基本的に味方の動向を必ず見なきゃいけないゲームなんですね。味方がやられそうだったら助けに行く。で、味方がデュアルコンボ応答できるならデュアルコンボをとにかく送るというのが大事になります。で、このゲーム片ドンから DHA が入れられます。これで確定で DHA 入るので、DHA の入れ方が分かんない人は本当にデュアルコンボから肩でぶつかって DHA を入れると本当に入ります。一部入らないキャラだったりとか、このタックル判定がデュアルコンボ中にないキャラもいるので 100% とは言えないんですけど、ほとんどのキャラがデュアルコンボでタックルすれば確定で DHA が入ります。あとこのゲームで忘れちゃいけないのがアイテムの重要性ですね。基本的にアイテムはあったら取るだけ取った方がいいです。なぜかというと、このゲーム DHA を打つことができる筋トロっていうね、このデュアルヒートアタックの回数が1回増えるっていう神のアイテムがあるので、これを狙うためだけでもいいので本当にね、拾いまくった方がいいです。攻撃アップや防御アップっていうアイテムもかなり効果が高いので、アイテムはできるだけ拾うってことが大事になります。もちろん味方を助けないといけない状況でアイテムを取りに行ってはぐれちゃうっていうのは良くないので、そういう時はね、まあ仕方なく取んないのもいいんですけど、基本的に近くにあったら取りまくった方がいいです。またこのゲームプッツンキャンセルっていうシステムが結構分かりづらくて、対戦やってると始めたての方の動きを見てるとプッツンキャンセル分かればここ避けられたのになってことも結構見えちゃうので、プッツンキャンセルについて話します。プッツンキャンセルはこの R2 と L2 ボタンですね。これは通常時で打つとバーストといって1秒か2秒ぐらい、無敵判定が出て DH を透かせるみたいなシステムなんですけど、この同じコマンドを攻撃中に打つとプッツンっていう効果音とともに攻撃がキャンセルされます。なのでこれで緊急事態の時に隙を消すことができます。ちょっとね分かりづらいんですけども、すごく大事なシステムです。と最後にこのゲームのコツですね。このゲーム相手を1人にすれば必ず勝てるゲームではないんですね。ネットのレビューとか見てると先に落とした方が勝ちじゃんみたいなコメントめっちゃ見るんですけど、それはね嘘です。基本的にこのゲームっていうのは先に落とした方がいい敵っていうのが必ずいます。基本的にこの状況だと、自分はオンライン対戦で相手が今ジョルノとディアボロだったら、ほぼ必ずディアボロを落とします。なぜかというとディアボロの意志状態は本当に強いからです。仮にこれをオンライン対戦でジョルノを先に落としちゃうと、イシディアボロにエルメースはほぼ負けます。そのような感じで意志が強い相手は基本的に先に落とさなきゃいけないゲームです。例えば意志が強いキャラの代表でいくとディアボロ、4部丈太郎、世界ディエゴなんかが有名なところです。もちろんジョルノも意志が弱いわけではないんですけど、今の状況だったらディアボロを落とすのが先決になる場合がほとんどです。なのでこのゲーム相手が意志が強いキャラだなって思ったら先にそっちを落とさなきゃっていう考えるのも大事になります。もちろんもう一人の方がめっちゃ上手いプレイヤーの方だったりとか、もう一人の方がめちゃくちゃ体力があって先に落としちゃうと体力負けするなって時とかだったら例外になるんで 100% とは言わないんですけど、キャラクターによって先に落とした方がいいキャラ、落としたら負けるキャラっていうのがいます。なのでこのゲーム先に落とせば勝ちなゲームでは絶対ないので、そこを結構ね考えながら遊ぶっていうのも大事になります。以上で動画の内容は終わります。隠しコマンドというタイトルを上げながら基礎の操作の説明にはなっちゃったんですけど、なかなかコンピューターとやってるだけだと気づけないので、ここを知ってもらえたらさらにアイズオブヘブン楽しく遊べるかなと思います。このゲームねすごく楽しくて、自分もかれこれね飛び飛びで7年ぐらい計遊んでるんだけど、マジでね長いコンボとか覚えなくてもデュアルコンボとか味方と離れすぎないこと、本当にねジョジョさながらのチームで助け合う連携っていうものが一番重要になるゲームなので、すごく楽しいのでね、ぜひこのゲームねもし持ってない方がこれ見てたらセール期間とかあるのでね、ぜひ買って遊んでみてください。以上で動画終わります。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。実際の対戦を見たい方とか実際に対戦したい方はね、ぜひチャンネル登録お願いします。アリーベデルチ、バイバイ。